東京目白にありますワールドディスクと店長の中島と申します。プログレッシブロック、ユーロロックの専門店です。マーキーはですね、マーキームーン社と最初は言ったんですけれども、当初ですね、大学のサークルで始まって80年代の初頭にですね、山崎直弘という現社長を立ち上げた同人誌といいましょうか、マーキームーンという雑誌があって、でそれを母体にマーキームーン社というのが立ち上がりまして、それのショップ部門として設立されたという感じですね。通信販売自体を始めたのは80年代の前半なんですけれども、ショップとしてオープンしたのは87年の4月11日ですね。87年ですから39年前ですかね。同じ目白なんですけれども、もうちょっと奥地と言いましょうか、SY ビルというところでやってまして、今となっては伝説となっているショップですね。移転したのは94年だったと思うんですけれども、移転してからでも32年ですかね。長くやらせていただいてます。プログレッシブロックの専門ということなので、もちろんですね、自社レーベルがありますので、ベルアンティークというですね、プログレッシブロックの専門レーベルがありまして、プレスの国内版も出してるんですけれども、輸入版に帯、ライナーをつけるような形でですね、外版をディストリビューションするという形もやってますので、基本的には廃版以外は全部扱っているっていうのが、もちろん直営店ですので、大きな売りになってますね。あとは海外のプログレッシブロック専門レーベルは、メジャーなところだと、インサイドアウトであるとか、イギリスで言えばチェリーレッドであるとか、そういったところのエソテリックレーベルですね。いわゆる専門レーベルみたいなところはかなり抑えてる。聞いたことがあるんですけれども、ワールドディスクっていうのは変な話ダサいというかですね、ただそれはあえてであって変に凝った名前をつけると長続きしないと、シンプルで分かりやすいネーミングの方が長続きするんじゃないかということでワールドディスクと命名されたと。プログレですけど世界中の版を扱ってるのでワールドディスクでいいんじゃないのみたいな話になったということは聞いてます。学習院とかあったりして、学生街っぽいんだけど実は学生街でもないっていうか、みんな結構池袋とか馬場に流れちゃう部分もあって、割とこう落ち着いていて文化的なっていうか立地としてはいいんじゃないかなっていうか、来やすいところではあると思うんですけどね。学習院っていうのは難波博之さんというプログレの大御所がいらっしゃいますけれども、難波さんが実は学習院の出身でゆかりがあったりして、目白は実はうちが出店したのが最初で、実は80年代末期には何軒かプログレ専門店みたいなのがあったんですよ。一時は目白プログレ村なんて言われてた初期もあったんですけど、結局うちだけになっちゃったんですけど、ちょっとねおこがましいですけど聖地とかね言ってくれる方もいて、すごいありがたいことだなと思いますけど、昔なんかの取材を受けた時に目白にプログレッシブロックの量産泊があったとか、量産泊って言い方結構いいなと思って、お客さんと一緒にグダグダと情報交換しながら切磋琢磨じゃないですけどなんかしていくみたいなね、修練の場っつったら変ですけど、もちろんね基本的には憩いの場というかそういう場であってほしいんですけど、中学生の1年の時に洋楽を聴き始めたっていうのがやっぱり大きいと思うんですよね。当時で言えば84年だったので、デュラン・デュランとかカルチャークラブとかその辺のニューロマ系とかから入ってトップ40ものを聴いてたんですけど、そこからですねすぐにメタルに目覚めましてですね、カス付けバンドって言われたボンジョビとかナイトレンジャーからすぐにアイアンメイデンに行って、メタリカがすぐだったみたいな、もう85年ぐらいの時には一発のスラッシュ小僧にみたいなそういう感じだったんですけど、野球部だったんですけど髪が伸ばせなくて、いわゆる坊主メタラーというかですね、ツイステッドシスターの D スナイダーが言ってた髪は心の中で伸ばせっていう名言を心の糧にしてですね、やってたんですけど、プログレに目覚めたっていうのが中学3年ぐらいですかね。アイアンメイデンのスティーブ・ハリスが実はジェネシスっていうのがすごい好きだという噂を聞いてですね、ジェネシスって言えばもう知ってはいましたけども、インビリジブルタッチとかリアルタイムだったんで、ジェネシスが実は昔はなんかそういう違ったらしいみたいな話で、フォックストロットっていうのがすごいらしいみたいな話を聞いたのが最初のプログレだったと思うんですよね。クリムゾンキングの宮殿がすぐだったと思うんですけど、やっぱそっちもすごい衝撃があってですね、すぐハマりましたね。ハードロックって言われてた当時、ヘビーメタル時代からすると70年代初期のディープパープルとかってすごく古く聞こえたんですよ。こう言っちゃあれですけど、ギターの音とかがすごい古っぽく聞こえて、それが悪いとは言わないんですけど、古いなっていう感じがすごいしたんですけど、プログレって聞いても全然古く感じなかったんですよ。
音の作り方がなんか違ったからなんですかね。ギターの音とかも全然古く感じなくて、キーボードが中心だったっていうのもあったかもしれないんですけど、当時若気の至りなんでプログレっていうのもすごいなんか高級なもんだっていうか、そういうイメージがあって、ありがたがって聴いた部分もまあ正直あったと思うんだけども、音自体がすごく良くてハマってしまったので、メタルとプログレ三昧の高校時代って感じだったんです。一部ジャパンとか戸川純とかケイト・ブッシュとか、まあ今にして思えば結構プログレ寄りだったんだけれども、当時としてはこういわゆるジャンル違いだなって思ってるのでも結構好きなのは、いくつかはありましたけど、実は恥ずかしながらやってましたね。いわゆるアマバンで大学まではやってたんですけど、バンドはもう、あくまでアマチュアでそのロック犬みたいなサークルでとりあえずやめとこうみたいな感じでしたね。だから最後にもう本当に遊びの極みでプログレっぽい演出を、曲はメタルなんですけど、ピーター・ゲイブリエルの被り物をあえてやってみたりとか、幾何学面作ってもらってとか、コウモリ男をやってみたりとか、一回だけ恥ずかしいけど最後のライブでやりましたね。黒歴史ですね。大学時代に実は恥ずかしながら就活をしたことがありまして、マスコミとかですね、そういうのを受けてはみたものの、もちろん受かるはずもなく、ただ唯一役員面接まで行ったのはキングレコードだったんですよ。プログレ好きなんでみたいな話をしてて、最後の面接の時に亡くなっちゃいましたけど、新井さんっていうカンタウトーレ系の CD とかを出してたディレクターだった方が面接官で、実は高校の先輩だったということがその会議の時に判明しまして「前高なの?」っつって、前橋高校だったんです。盛り上がったんですけど、落とされました結局その就職活動もうまくいかず、どうしようかなっつって思ってた時に、ワールドディスクの通信販売のですねリストっていうのが未だに出てるんですけど、こういうリストですね。これがあって、これの93年末ぐらいバイト募集の告知が出てたんですよ。それに応募して面接受けて入る感じですね。一応マーキーもずっと買ってて、当時マーキーはシンフォニック一辺倒だった頃からもうちょっと間口を広げてっていうか戻してっていうか、やれカンタウェリーがどうのとかマグマがどうのとか、そういうところもやってたんで、その辺にハマったおかげでプログレが続いてたんですよね。面接の時にゴザンナーが好きで必死こいてなんかいろいろ言ってたんですけど、横からいきなりパープルとツェッペリンどっちが好きだみたいな質問されて困ったねみたいな、そういう思い出がありますね。だから変な話、社会経験もなくバイトで入って、でしばらくして一応社員に登用していただいて、それからずっとですね。移転する前に SI ビルの末期から店には立ってました。大学4年の後半ぐらいからもうバイトを始めてたんで、仙台で松本さんっていう店長が初代店長なんですけど、松本正幸さんっていうマーキーの編集長、今もやられてる方なんですけど、その松本さんにかなり仕込んでいただいたっていうか、いわゆるその店員としてのいろいろ心構えとかやり方みたいなところっていうか、実はそのトラムの巻きノートみたいなのが当時あって、まだ本当にインターネットもなかったし情報が全くなかったので、例えばそのオリジナル版のレーベルの見分け方とか、アイランドレーベルっていうのは実はパームツリーの前にピンクアイランドっていうのがあってとか、いちいちイラスト入りで全部書いてあって、すげえなっていう。今だったらもう本当にどの時期のレーベルがオリジナルなのかとかすぐ分かりますけど、当時はねなかなか分からなかったので、すごい助かりましたね。プログレッシブロックっていうの自体は単純に言っちゃうと、70年代にプログレって言われてたものがプログレなんだなっていう気がしてて、その幅っていうのを今にシフトしたものがプログレッシブロックなんじゃないかなと。ただその様式美的な側面のプログレッシブロックっていうのと、本来的な意味でのプログレッシブロックっていうのはやっぱ違ってて、基本的に専門店としてやる以上はうちの解釈するプログレッシブロックっていうのは様式美寄りのものでいいんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。ただその70年代のプログレっていうのも実はジャーマンロック系とかを含めるとすごい幅があって、現代音楽的なものもあればジャズロック的なものもあれば、その辺も全部含めちゃってるので、要するに当時ロックに何がしかの要素を入れてロックを一段階進ませたものがプログレッシブロックだと考えれば、今の段階でのプログレっていうのもおのずと幅は広くなってくるのかなっていう気はしてます。基本的にはやっぱりうち的にはもうメインはシンフォニックロックとジャズロックですね。ジャズロック意外とコアなファン層っていうか、特にマグマ系ですよね。
マグマ系のファンっていうのはすごいコアなファンベースを持ってて、しかも購買力もあってライブにもすごい行くし、マグマ系リスナーっていうのが一つあって、そこにおすすめできるものっていう観点で外から引っ張ってきておすすめするっていうのがすごい一つあって、90年代初頭っていうか前半ぐらいなんですけど、エルメイト・パスコアルっていうブラジルの亡くなっちゃいましたけどアーティストがいて、そのパスコアルの「神々の祭り」っていうアルバムが出た時にちょっと遅れたんですけど、ほぼリアルタイムで仕入れてプログレファンに勧めたらすごい売れたんですよ。マグマとかあとカンタベリー系、ナショナルヘルスとか好きな人に刺さって、これはすごいみたいな話になって、ブラジル系みたいのが結構注目を集めて、エイグベルト、ジスボンチとかそういった出し方ができるっていう意味ではコアな人気があるジャンルとしてはやっぱりジャズロックと、あとはやっぱり昔ながらの様式美のプログレっていう意味ではシンフォニックロックが硬いですよね。ティグラン・ハマシであるとか、プログレとして認識されてないけれども実は音的にはかなりプログレですよみたいなところを引っ張ってきておすすめしてっていうところはやっぱりあって、それがあると逆にそのお客さんの方もそのキャパシティが広がっていって楽しめる幅が広がっていくんじゃないかなという気はしてますね。例えばポストロック系とかだとマスロックとか言われるところっていうのはかなり内向きのが多いと思うんですよね。あとはゴッドスピード・ユー・ブラック・エンペラーとかあの辺はかなり内向きだとは思うんですけど、ただいわゆるプログレファン向きの要素というか、例えばその変拍子であるとか長大な構成であるとか、そういったところがこう薄まってくると、ちょっと厳しいかなっていうか、難しいところなんですけどね。それぞれやっぱり単品の感覚というか、聞いてみてピンとくるかどうかっていうところも大きいとは思うんですけど、あとは例えばアニソン系とか、結構前は割とアニメ系とかも女性シンガーとか下月遥さんとか鹿田亜希子さんとか扱ってたんですけど、アニメのサントラ系とかって最近実は CD があんまり出なくなっちゃって、ブルーレイの特典になっちゃったりとかそういう感じになってたりして、それこそ古くはパトレイバーとかの河合健二さん、アニメ系で言ったら河合健二さんとか、それこそ菅野陽子さんとか、アニメ系のコンポーザーの作品っていうのはすごいプログレ色の強いものが多かったので、雑誌でも取り上げてましたし、店にも仕入れたりしたんですけどね最近はちょっとその辺は落ち着いちゃってるかな。現在進行形だとね、実は日本なんです。昔ながらのあれで言ったらやっぱりイタリアがやっぱりダントツで、イタリア、フランス、ドイツぐらいの順番で、イギリスは別格としてみたいな感じだったんだけども、実は今現行のシーンって日本のバンドが実はかなり盛り上がってて、すごいいいバンドも出てきてて、ベテランが復活してて、中堅が頑張ってて、新人が出てきてみたいな、すごいいいサイクルで起きてるんですよ。リリースもすごい活発だし、ライブも多いし、マニアックなレベルで言うと世界で一番盛り上がってるのは今日本のシーンなんじゃないかなと思うぐらいの感じになってるんですね。個人的に実は僕自身もたまに聞かれるんですけど、どの国が一番好きなんですかみたいな。実は日本なんですよ。日本が一番好きで、だから高校時代から実はジャップスプログレみたいなのもリアルタイムで結構聞いてて、例えばアウターリミッツだ、ページェントだ、そういったところから聞いてて、新月だ、微狂乱だにも遡りみたいな感じで聞いてたので、日本のバンドがすごい今盛り上がってて、リリースとかあると店にも来てくれて一緒に記念写真撮ってみたいなすごいありがたいことだな。若いバンドも出てきて、若いって言ってもおじさん一年発起型みたいなバンドもあるので、必ずしも若手とは言えないけども新人みたいなバンドも多いんですけど、理想を言えば若いバンドがもっと出てくると、若いバンドにリアルタイムで若いファンはつくっていうか、一緒に成長していくみたいな、応援していくみたいな感じがすごいあったじゃないですか。そういうのがもっと増えるとより理想的だなっていう気はするんですけど、プログレッシブロックは難解ではなく複雑であったり構築的であったり、そういう意味での難解さというか、いわゆる簡単ではない音楽ではあるとは思うんですよね。確かに聞くこと自体が難解っていうわけではなく、聞けば普通にかっこいい音楽だと思うんですよ。そのかっこいいプログレっていうのは実は ELP とか UK とかすごく分かりやすいっていうか、 ELP なんか昔からギターをキーボードにしたハードロックとか言われて、いわゆるかっこいいプログレの代名詞だと思うんですけど、そういう意味ではイエスだって普通にロックとしてかっこいいじゃんみたいな話で、ただね、やっぱりそのイメージの元凶って言ったら失礼ですけど、やっぱキングクリムゾンじゃないかなと
キングクリムゾンってある意味確かにその太陽と旋律以降は特に難解というか内向的というか、外に向けてこうっていうよりも中へ向けて掘り下げていくような音楽になってると思ってて、やっぱりちょっと神格化しすぎてる部分もあるような気がして、そこのイメージがちょっとあるとプログレってやっぱりちょっと簡単に入れないのかなとか思っちゃうかもしれないんですけど、実はクリムゾン自体だってそんなに音自体がその難解っていうわけではないので、確かにその変拍子とか慣れるのは難しいかもしれないですけど、慣れちゃえば逆に変拍子が快感になってくるみたいな。それこそアラン・ホールズワースも最初はすごいなんか気持ち悪いっていうか、そういうあれがあるかもしれないですけど、もうホールズワースも慣れちゃうともうこれがいいんだみたいなこの早弾きじゃないとみたいな、そういう感じになるので、やっぱりかっこいいプログレっていう観点だと入りやすいんじゃないかなっていう気はしますよね。フロイドなんかはもう特に難解さとは無縁、曲自体はやっぱりシンプルであって、コンセプチュアルな部分とかそのテクノロジー的な部分とかでの先進性みたいなのは確かにあったんだけれども、音自体はある意味叙情的な部分も大きいし、だからピンク・フロイド自体はね、まあプログレッシブロックだった時期は確かにあるんだけれども、プログレッシブロックっていうよりもやっぱりロック自体の大物っていうか、もうそれこそゼッペリンとフロイドみたいな感じだと思うので、5大バンドの中ではフロイドは別枠というか、まあっていう気はするんですけどね。やっぱりでもジェネシスは聴いてほしいですよね。初期のやっぱりナーサリー、フォックストロットから月影の騎士、幻惑のブロードウェイあたりのピーター・ゲイブリエル期のジェネシスはやっぱハードロックとかの好きな人にも入りやすいとは思うんですよね。ちょっとハードロックっていう質感ではないですけれども、いわゆるブリティッシュですね。ブリティッシュロックっていう観点ですごいイギリス臭いし、プログレッシブロックのそのある意味様式美として受け継がれるマリリオンとかネオプログレって言われたポップロックの世代はみんな全部とは言いませんけど、おおむねジェネシスの影響下にあって、そこに受け継がれるだけのやっぱインパクトっていうか、その様式としてのプログレの魅力みたいのが凝縮されてるのがジェネシスだと思うんですよね。確かにそのブロードウェイとかはちょっと入りづらいかもしれないけども、月影の騎士とかは割と音作りもソフトで聴きやすいし、綺麗なところもあって毒もあってみたいな。プログレっていうのが最初のイメージとしては難解っていうのもありますけど、その静かなプログレは静かだと、プログレは眠くなるとか、昔はなんかね、プログレは眠くなるのでやめてくださいみたいな深夜ラジオでね、そういうハガキもありましたけど、でもそういうイメージではなくて、静かなっていうか、要するに美的であるっていうか、その美しいって言ったらまあちょっとあれですけど、そういう部分っていうのがすごくあって分かりやすいと思うんですよね。そういう意味ではこうキングクリムゾンともつながりあったし、そこからこうクリムゾンに行くもよし、後継世代のマリリオンとかペンドラゴン聞いてみるもよし、だからプログレのどこに惹かれるかっていうのがやっぱり結構あると思うんですよね。あえて古臭いのがいいんだみたいなのもあれば、泣きがいいんだとか対策思考である、大行なところがいいとか、広がりがいろいろつけられるっていう意味ではジェネシスはかなりいいんじゃないかな。カンタベリーに行くと大きいと思いますよ。僕の友達でもメタルファンの友達がいて、プログレも好きでずっと一緒に未だにライブ行ってくれるみたいな高校時代の友達が2人いるんですけど、その人たちもやっぱりカンタベリー系好きになったおかげでプログレファン歴が続いてるっていうか、例えばハットフィールド&ザ・ノースとかを好きになると、これから先まだあるよみたいな。個人的にはハットフィールドよりもナショナルヘルスの方が好きなので、ナショナルヘルスをぜひという感じですね。昔ながらのプログレ感でいうと、これプログレなのみたいな、ハットフィールドとかナショナルヘルス聞くと、僕はもう普通にプログレにしか聞こえないんですよ。ただ、確かに言われてみれば、最初聞くと、5大バンドのイメージのプログレとは全然違うので、これがプログレなのみたいな。まあそれもっと言うとね、ジャーマンロックもね、高校時代にビートクラブのビデオが出た時にクラフトワークを見て、クラウス・ディンガーとミハエル・ロターがいた時の、これがプログレなのつって頭抱えましたからね、本当こんなビヨーンとか言ってるだけのがプログレなのかみたいな。ジャーマンロックってでも実は初期のピンク・フロイドの流れでサイケデリックですからね、基本的には。で、現代音楽が混ざってああいう感じになってるんで、プログレッシブロックの一種ではあるけど、まあど真ん中ではもちろんないと思うんですけど、ただクラフトワークとかノイとかカンとかあの辺はもう全然本当に古びないので、時代ごとに本当に再評価されてるじゃないですか。ニューウェーブの時代はニューウェーブ時代で再評価され、90年代再評価されみたいな感じでずっと来てるので、例えばそのテクノ系とかエレクトロ系とか音響が好きな人はジャーマンロックは入りやすいだろうし、
基本的にはもうやっぱりいいものは当たり前ですけど入れるっていうのと、おすすめしたいものを押すと。それをいかに発見してくるかっていうところが大変なんですけど、仕入れ担当のものがジャズロックとかに強くて、ジャズロック系の知られざるものであるとか、ジャンル外だけどこちら向きだよとか、そういったものは割と発掘してきてくれて、例えばこんなん出てるよなんつって僕にアントニオ・ローレーリョとか渡してきて、今度来日するんだよとか言って、こんなのあるんだみたいな。ミナス系って今こんなことになってんのみたいな。これなんかブラジル版ティグランみたいな感じなんじゃないのみたいな。で、早速仕入れてみたりとか。そういった感じでレコメンデーションをいかに行っていくかっていうのと、あとはやっぱり硬い需要のあるところはしっかり入れると。で、なるべくなら早く安くっていうのはもちろんそうなんですけど、ただ最近さすがに円安もあってですね、なかなか価格的には結構厳しい感じになっちゃってるんですけど、こればっかりはね、本当にしょうがないので。基本的にはもうお客さんの委託版がほとんどです。もう買い取りはほとんどやってなくて、買い取りをやるにはちょっともう物があんまりこう出てないというかなくてですね、中古版に関してはアナログに力入れてるところはまあ多いとは思うんですけど、うち的にはちょっとやっぱり正直縮小傾向で、全く需要がないわけではないんですけど、海外のね、お客さんとかもたまにいらっしゃるんですけど、やっぱりもうアナログばっかり見てくるんで、ピンク・フロイドの国内版はないのかとか、国内版帯付きみたいな、そういうのはやっぱり需要としてはあるので、だからアナログはもちろん続けたいとは思ってるし、できればもう増やしたいぐらいなんですけど、なかなか増やすのが難しくて、昔みたいに80年代の僕が入る前の頃は、アナログ版の現地買い付けみたいなのはやっぱりやってて、店長とかが、スタッフが例えばイタリアなり現地に飛んで知られざる廃盤を買い付けて、こっちで廃盤セールやるみたいな、そういうのができてたんですけど、それが最近はもうここ何十年情報がもう広がっちゃって、向こうでももう知られちゃってるわけですよ。廃盤っていうのはもうプログレ系は特にそうなんですけど、向こうでも値段が上がっちゃって、なかなか買い付けセールみたいなのは本当にできなくなっちゃってるので、そういう意味ではお客さん頼みになっちゃってる部分があるので、っていうことになるとやっぱり委託の方が出していただきやすいんで。最近はいろんなミュージシャン CD では出さずにアナログだけ出す。アナログ版出てはいますよね。新品でアナログ版も出すっていうのはインサイドアウトみたいなレーベルでもやってるし、メジャー寄りのアーティスト、フラワーキングスとかアナログ版は出してるんですよね。ただその辺の需要はやっぱりうち的には結構限られちゃうので、 LP の新品を仕入れるのはなかなか難しいかなっていうのが正直なところですね。若い世代の方がアナログ回帰してる流れはあると思うので、若いお客さんがうちに来てくれればっていう感じではしてますね。愛着ありますね。あります。ただ、プレイヤーは今持ってないです。個人的には。アナログ版自体はすごい好きで、なんでかっていうと、やっぱり昔ながらのあれなんですけど、A 面、B 面のあれがあって、A 面ラスト、B 面トップに名曲があって、ジャケットが大きくて、アートワークがね、楽しめて、カラーの綺麗なレーベルがあって、みたいな。実はですね、CD が出始めた80年代末期に、高校時分はずっと僕アナログ派だったんですよ。CD も出てたんだけど、レコードでずっと買ってて、89年まで、最後のアナログまでずっと買ってた世代なんですよ。89年アナログはね、結構レアって話ですけど、89年が高校3年で、卒業するときに、卒業文集の裏版みたいのを同人で作る風習があって、僕たちも作ったんだけれども、その時にアナログ対 CD みたいな文を書いて、 CD 派だったプログレ友達のやつにこう宣戦布告みたいな体で、さあかかってこいみたいな感じで、アナログとはなあこういう良さがあるんだよみたいな、さっき言ったようなことなんですけどね、無駄に熱い文章をいろいろそんなことばっかり書いてやった記憶があります。大切にこうご自宅に持ってるレコードっていうのはまだある？そうですね、本当にもう何枚かですけど、この李京蘭のおとぎ世界とか高校生当時に買ってすごい好きですね。これは未だに宝物ですね。意外とうちの中でそれこそ数は少ないですけど、若いお客さんもぼちぼちとは来てくれてるんですけど、そういう方は結構買ってくれるんですよね。だから若い世代がもう CD を買うっていう感覚がないっていう話にはなってるんだけれども、意外とうちに来てくれる層はやっぱり買ってくれる層なんだなっていう、すごいありがたいことなんですけど、すごい大量に買ってくれる方もいらっしゃいますね。そうなんですよね。それはありますよね。うちのベルアンティークのやつとかも
配信に載ってないのも結構あるので、そういう意味ではフィジカルを買う価値はあるかなっていう気はしてますよね。CD の出方っていう意味では2000年代に紙ジャケっていうのがあって、それが一つのピークだったかなっていう気がしてるんですよ。紙ジャケの後いろいろフォーマット自体を変えるとか、ボーナストラックを入れるとか、デラックスエディションにするとか、一方で極端に安くするとか、そういう感じで CD の出し方っていうかやっぱり出し尽くしたかなっていうのは実感として正直あって、お客さんの感覚っていうか、物として欲しいかどうかっていうところの物の買い方ですよね。どっちかっていうと新婦にシフトしてってるっていうか、当たり前ですけど、再発物はもう出尽くしてるので、現行のものっていうのを求めてるっていうんじゃないかなっていうのが実感としてはありますよね。個人的にやっぱりすごい印象に残ってるのは EMI が撤退を表明した時あったじゃないですか。あの時に CD は終わったって言ってて、うわ終わったのかみたいなまだ終わった感じが当時はしてなかったんだけれども、まあ今にして考えると軽眼だったっていうか、いち早く撤退したような EMI みたいな、お客さんとも言ってたんですけど、アナログレコードから CD になったじゃないですか。CD の後次何になるんだろうねみたいな、ディスク自体がなくなるとは思わなかったみたいな。レコード屋としてはもうほんと死活問題なんですけど、音楽の聴かれ方が劇的に本当に変わったので、うちにね未だに来てくれてるお客さんはそうでもないですけど、ただ中にはもう一部最近もうめっきり CD 買わなくなっちゃってさみたいな、サブスクばっかり聴いてるよみたいなこと言ってるお客さんもいて、そういうお客さんはアナログ買ってくるんですけどね、逆に物としてはもうアナログかなっていう、実はアナログの方が音いいんじゃねえみたいな、そういう意味ではこう時代っていうか音楽の聴かれ方みたいのにやっぱりお客さんも対応はしていかなきゃいけないし、まあそういう時代になってしまったのかなって思うと、 CD をねいかに残していくかっていうか、それこそねフィジカル文化みたいなっていう意味ではこうお客さんもそうですけど、店としてもいかに残していくかっていうのが問われるところではあるよなっていうのが正直なところですね。ワールドディスクさんのショップツアーお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。で、こちら正面が、新婦のですねコーナーですね。はい、はい、こちら新婦コーナーになっております。基本的には全部手書きのポップがついております。これが読めないと評判のありがたいことですね。店長フォントとか中島フォントって名付けていただいている、高校の時の友達とか春夜文字って言いますけども、独自の字体のですね読めないものが書いてあります。こちらは全て新品のコーナーで国別になってますね。イギリスがこうやって国内版からあって輸入版 ABC 順でなっておりますね。続きがこっちでムーディーブルースとかね、こちらタンジェント、バンダーグラフみたいな感じでイエスまで国別なんで、こっちはアメリカで北欧、ドイツ、オランダ、フランスで本丸のイタリアですね。イタリアやっぱりこの辺ですね。はいはい。緑がついてる。緑のですね、これはね半額なんですよ。いわゆるストック品のもう古いやつというかですね、あんまり動かないなっていうやつを半額の特価で販売しております。こちらがアナログ版ですね。中古新品の新入荷で、この間セールをちょっとやったので実質新入荷なんですけど、でオフプライスまあ新入荷っていう感じでアナログ版で、まあ新品レコードはまあさっきの微狂乱とかもまだ実はあったりするという新品がまだあります。これはすごいですよ。 CD 化されてないですからね。これはもう本当に当時物、出たまんまのそのまんまの新品が残ってます。これ87年ぐらいに出たやつだから、本当にそれこそ40年ぐらい経ってるんじゃないかなっていう。デッドストックみたいな。デッドストックっていうか、まあうちが出したもんなんで、うちの在庫がずーっとあるっていう、実は廃盤だと思われてるんだけども新品まだありますっていう。この間ですね、キスエクっていうそれこそプログレッシブアイドルのキスエクちゃんが主催したプログレフェスみたいなのがあったんですよ、去年秋に。でその時に物販でうちも入らせてもらったんですけど、フェスに出てるアーティストのものじゃなくてですね、微狂乱の LP を売ったっていうこれめちゃくちゃ売れましたよ。でもう本当最後の1枚なんじゃないかなという感じですね。でこっちが最近ではもう割とメインどころっていうかですね、中古の CD ですね。アナログよりも CD の中古っていう感じですよね。セールみたいなのを毎月月1でやってて、プライスセールみたいのといわゆる月例セールみたいのを必ずやるようにしてますね。この辺も中古ですね。
これはこの間やったアラン・ホールズワース系セールのこっちは新品の東欧その他とかですね、いわゆるだから東ヨーロッパというか、あとはアジアとか、その他って言ったら失礼なんですけども、まあまあその他ヨーロッパみたいな感じですね。DVD もね、最近はもうさすがにあんまりね出なくなっちゃいましたけど一時に比べるとね、映像もねやっぱりそれこそネットがね主流になっちゃって、昔のね映像とかが初めて例えば DVD になった時とかはすごいやっぱり売れましたしね、まあバンダーグラフとかね。ただやっぱり映像って、昔の映像って当時テレビに出てないと基本的には残ってないっていうか、ライブあるいは映画、それこそツェッペリンじゃないですけど映画みたいな感じで残ってないと、当時の70年代当時の映像ってあんまり残ってないので、テレビ局に残ってて、でそれを出せるとなればいいんだけども、 BBC は割とライセンスしてくれるんだけれども、イタリアとかって映像は結構残ってるんだけれどもライセンスをしないのでなかなか出てこないんですよ。70年代の映像とか結構有名なのあるんですけど、実は DVD とか出てないっていう、権利関係が分かんなくなっちゃってるとか、イタリアならありがそうだなっていうその辺ね、 BBC とあとビートクラブがドイツはすごいしっかりしてますね、さすがに。ビートクラブはそれこそこれすごかったですよね。72年のビートクラブ、クリムゾンとかイエスとか、それこそプログレッシブロックの先駆者たちとか行って単品でね国内でビデオも出ましたけど、このビートクラブが出た時はかなり衝撃でしたよね。でこれボックス出たんですけど、本当にすごいラインナップでこんなの残ってんのみたいな、なんかパトゥーとかウォームダストとか動くフランピーとかすごいなっていう、動く何々みたいなそんなんばっかりですよ。ベガーズオペラが本当にいたのかみたいなビートクラブはやっぱ本当偉大だなっていうね、すごいの出てた上ちゃんと残してて、すごいいい画質でね残ってるのはすごいなと。隣にはちゃんと T シャツが、これはビキョーランのブラッドライナー、去年出たビキョーランの新作記念で T シャツも出たんですけど、ビキョーランの新譜がまたすごくて、もう本当に去年のベスト版に近い感じでしたけどね。 T シャツもおかげさまでこれ最後の1枚なんですけど、意外と売れるって言ったらあれですけどプログレ T シャツも結構レアですからね。ライブ会場とかでね買うのはあると思うんですけど、なかなかビキョーランはライブをやらないのでレアな一品だと思いますよ。せっかく先ほど日本のが盛り上がってるそうですね。日本ジャーはいはいいろいろはいレジ前も置いているので、はい、そうですね。この辺ちょっとぜひ紹介いただきましょう。はいはい、これがさっきのイブラークですね。これはイブラークの今一番うちの一押しアーティストですね。コメントが熱すぎてジはいャケも隠れてるこれはね本当にヘビープログレッシブの現在系としてはもう素晴らしいアルバムで、うちでもベストセラーですね。これ2024年に出たんですけど、本当にすごく売れましたあとカンタベリーっていう話もありましたけど、秋葉達さんというですね、これも最近のヒットですね。これは今年出たやつなんですけど、秋葉達さんという一人マルチのアーティストなんですけど、完全にハットフィールド&ザ・ノースです。でボーカルもリチャード・シンクレアそっくりで、リチャード・シンクレアと最近ビデオ通話したらしくて、俺たち声似てるねなんつって盛り上がったらしいですねなんか一人多重録音ですね。基本的にはそうですね。ゲストもフルートとかで入ってるんですけど、これも素晴らしいアルバムでしたね。これはもう本当にカンタベリー、もろカンタベリーなんで、好きな方はぜひという感じですね。はい。これは平井陽一さんというですね、ジャズギタリストなんですけど、アラン・ホールズワースとかの影響をすごい受けてて、で最近はメタルジャズみたいな方向性に走ってて、最近のジョン・ゾーンとか、あの辺のこう感じなんですよ。アルバムとしてもすごくいいですし、ライブもすごくいいので、平井さんも現行のシーンの中ではかなり逸材ではなかろうかと思っております。日本のアーティストのライブを見に行けるっていう、はい、そうなんですよね。そうです。だから本当に海外の人からしたら、今の現行の日本のアーティストのライブをリアルタイムで見れるっていうのは結構羨ましいんじゃないかなと。例えば僕なんかがこうイタリアのマニアックなバンドのライブ見たいなっつってもなかなか行けないよなっていう、それがやっぱり確かにいいとこだと思うんですよね。で一緒にリアルタイムで成長してリアルタイムに盛り上がっていけるっていう、ファンにとってもいいところじゃないかと思います。そうですね、メインの客層はやっぱり年齢層高いですね。僕よりも一回り上、今還暦前後の方がメインですね。世代的には70年代末期にリアルタイム
で高校生だったぐらい。ニュートロルスとかオザンナとかキングがユーロピアンロックコレクション出したのが79年で、あの辺でプログレっていうのに入ったっていう世代が実は結構強固で、プログレっていうのを時流とは全く外れてるんだけれども、こういうのがあるんだっつってハマって未だに聴き続けてくれてる、そのマニア世代がやっぱり今も支えてくれてるメインユーザー層ですね。僕が入ってからすぐからもう顔なじみさんっていうのも未だに多いですからね、ありがたいことです。いかに興味をつなぎ止めるかっていうのがあって、新しいものにやっぱり興味を持ってもらわないと聞き尽くしちゃうので、正直もういいやってなっちゃうじゃないですか。現在進行形のものをいかに買ってもらうかというか、おすすめしていくかっていうところで、お客さんの好みは大体もう長年のお付き合いだと分かってるので、例えばそのお客さんが好きそうなものを BGM 変えて攻撃してみたいな、これ何ですかって言わせるっていうのが一応作戦ですよね。逆に言ったら BGM が変わるぐらいまでいかなきゃダメだみたいなこと言ってくれてる人もいますね。そこまで行ってこその常連だみたいな。ありますね。ライブマニアみたいな層の方がいて、ライブ会場ではよく会うんだけどっていう人とかがたまに来て、こんなのあるんだけど結構こっち向きなんじゃないのとか、アーティストを紹介してもらったりとか、そういうので確かにコンタクトして仕入れたりとか、そういうのも結構ありますし、いろいろ教えてもらうことは多いですね。本当にもうアーティストさんあってのものなので、アーティストさんをいかにサポートして盛り上げていくかみたいなところで、ちょっとジャンルが違うあれであったとしてもうちで売れるよみたいな話になれば、それはそれでいいことだと思うし、教えていただいたりするのはありがたいです。そうですね。それこそ YouTuber の方とか、名前出していいと思うんですけど、ミノさんっていう YouTuber の方が、この間ミュージカルボックスっていうジェネストリビュートバンドをうちの会社が招聘で来日公演やったんですけど、その時に YouTube でミュージカルボックスを取り上げてくれて、それがすごい反響があってチケットも爆発的に伸びたんですよ。すごいなっていう、やっぱり力持ってんだなと思って、本当にもうおみそれしましたって感じなんですけど、そのミノさんって最近ちょっとネット見てたら VTuber の森カリオペさんが出るなんかアップルのイベントみたいので DJ やるとか言って、あ、こんなとこにもミノさん出てるんだみたいな。例えばそのミノさんがそのプログレっていうものをもっと紹介してくれたりとかすると、 YouTuber 層って言ったらあれですけどにも刺さるんかなとか、それこそ YouTube 動画とか手としてはかなり有効なのかもしれないなという気がしてますね。客商売のね場合はもうやっぱり普通に飲食店だったら美味しかったとか言われるのがやっぱりいいように、お客さんがその来てくれた時にこの間買ったあれすごい良かったよって言ってこられるのがすごい一番嬉しいですね。やっぱおすすめして良かったみたいな、本当に単純なんですけどそういうことなんじゃないかなと。これ何かっていうと、レッド・ツェッペリンのプレゼンスのジャケットに出てくるやつの、これレプリカですけど、僕が入った頃にスピーカーの裏にずーっと置いてあって、これ何なんだろうと思ってずーっと謎だったんですけど、最近になってよく見たらレッド・ツェッペリンって書いてあって、プレゼンスって書いてある。レッド・ツェッペリン、本当だ、入ってる。プレゼンスと、こうね、調べたら値段はそんなに大したことないんですけど、まあでも一応結構貴重なレプリカ、当時制作のレプリカらしいんですよ。変なオブジェみたいなのが真ん中に置いてあって家族が囲んで見てるみたいな、あれです。なんとなくこうずーっとこう守り神的にここに置いてあります。セッペリンはねもうかなりプログレっぽいところも多いですから。スピーカーのロジャースのスピーカー、これが実は開店当時から使ってるやつで、僕が入った時からもずーっと使ってるんですけど、これがすごい音がいいって評判で、お客さんもすごい音いいって言ってくれて、店で聞いたらすごい良かったんだけど、うちで聞いたらなんかしょぼくてさみたいな、スピーカーに騙された的なことまで言われちゃうようなこれは先代の松本店長が遊びで作った万引き防止用の見張り板。なんでこれこんなあるんですかっつったら、いやこれ置いとけばね結構本当に減るんだよってなんか言ってましたね。